パリパリ、ほら出来たてっぽい。あ、すいません、お願いします。費用のご協力お願いいたします。こちらね、手のひらをギリギリまでお願いいたします。はい、ありがとうございます。それではまっすぐお部屋までご案内します。はい、あ、まっすぐお部屋。こちらの集会堂のお部屋でございます。おはようお願いしますので、どうぞお入りくださいませ。集会堂。お名前とご住所とご連絡先確認しましたら、こちらに署名お願いいたします。はい。お疲れ様でございました。はい、それでは今回のお部屋、集会堂ですね。こちらに行ってみたいと思います。鍵はね、こんな感じの鍵ですね。引き戸になってんですよね。で、玄関はこんな感じですね。畳が敷いてあって、純和風といいますか、そんな感じの玄関になってますね。手すりがね、ちゃんとこういうところについてて、バリアフリーを意識してるのかなという感じに見えますね。入ったところにね、すぐこんな感じでね、コーヒーメーカーと、あとは、コップとか、それから冷蔵庫ですね、こういうふうに置いてますね。で、冷蔵庫の中、ビールとかね、ソフトドリンクいろいろ入ってますけども、一応こちらはね、有料ということで、こんな感じになってますね。で、トイレがこちらですけども、ちょっと開けてみます。トイレかなり広いですよね。これもやっぱりバリアフリーを意識しているのかなという感じがしますけども、ウォッシュレットもついてて、でここにね手すりがついてますよね。でお手洗いもあるという感じになってます。それでは中に入ってみたいと思います。でこちらのリビングのスペースはね、畳、8畳まで掘りごたつになってまして、で椅子が3脚、今回3人なので3脚ということなんだと思いますけども、でテーブルがあって、こちらがお茶菓子ですね。南條鍋って書いてますけどね、なんかのお菓子ですね。あとはお茶器があって、パンフレットがありますけども、ハッピーアワー、これね、何かラウンジか何かなと思うんですけども、一応でもお金がかかるみたいです。こちらがお部屋のご案内ということになってますけども、今回泊まってる部屋は集会堂というこちらのねお部屋になります。隣の部屋はちょっとレイアウト違うみたいなんですけども、他の部屋は基本レイアウトはどこも一緒みたいですね。でお部屋のレイアウトこんな感じになってます。主室と寝室とリビングがあって、でこっち側に露天風呂があるという感じですね。で、お部屋でね Wi-Fi が使えますね。で結構ね Wi-Fi 速度が速くてですね、91Mbps なんでかなり速いですよね。なかなか快適なネット環境があるのかなというふうに思いますね。基本的に食事は全部お部屋でということになってますので、こちらのスペースでお食事ということになると思いますね。
であとこちらには床の間があって、でこっちがねクローゼットになってまして、これはね浴衣みたいですね。あと陣羽織のようなものとか、帯とかねあります。あとはねサムエもね用意されてますので、これも着れるのかなというふうに思いますね。一応今回はね完全に和室なんですけども、ベッドをお願いしますということでリクエストをしたところ、こんな感じでベッドを敷いてくれました。一応3人なので3つですね、ベッドを敷いてくれて、結構広い寝室になってますよね。で奥に行くとこんな感じで、実はねその奥に露天風呂が見えてるんですけども、まずこちらのねお部屋の説明をちょっとしたいと思いますけども、こうテレビですね、壁掛けのテレビがあって、電話とかねちょっとしたデスクといいますか、そういうものがありますね。一応ね DVD もあるんですけども、自分で持ってこないと見れないようですね。こちらには小さなテーブルと、あとソファーのような感じでね置かれてますね。でここから見る景色、中庭が見える景色といいますか、そういう感じの作りになってるみたいですね。こう大きな景色が見えるとかそういう感じではなくて、中庭の景色を見て楽しむという感じです。ただ今ちょっとね雪が降ってるので、ちょっとその辺は残念かなという感じはしますね。でこちらに行ってみたいと思います。でこの廊下をね通って露天風呂の方に行くわけですね。でこちらが洗面ということになります。洗面はね結構新しい感じがしますね。シンクが2つあって、こちらがね女性用の化粧品といいますか、ポーラの化粧品のセットですね。これも女性用のミキモトですね、用意されてます。あとは綿棒とかねそういうのがあって、ドライヤーもちょっとおしゃれな感じのダイソンのねドライヤーが用意されてますね。でこちらの袋の中身にはボディタオルとかね櫛とかそういうのが入ってて、あとは歯ブラシですね。でこちら側に男性用のヘアトニックとかそういうのが置いてます。あとはひげ剃りとかですね、そんな感じの洗面ということになってますね。でタオルがここに置いてありまして、上にはねガウンも置いてますね。ではこちら行ってみたいと思いますけども、その前にちょっと温泉のね一応成分表、温泉の成分ですけども、岩硫黄の塩化物温泉で弱アルカリということになってまして、 pH7.4 若干アルカリですね。でこちらがシャワールームですね。でシャワールームもね、ポーラのシャンプーとかコンディショナーが置いてます。でねここ面白いんですけど、この床暖が入ってるんですよね。で結構あったかいんですよね。さすがにやっぱ外が露天風呂なので少しあったかめにしてるんだと思いますけども、じゃあちょっとこちら行ってみますね。でこれが露天風呂ということになります。少しね硫黄の匂いがする露天風呂ですね。源泉かけ流し 100% ということですので、とてもいい感じのお風呂ですよね。お湯の色は無色透明ですね。ただ匂いがほんのりと硫黄の匂いがするという感じのお風呂になってますね。でお風呂からの景色は外はほとんど見えないんですよね。こんな感じになってて、で庭を見るような感じですが、ちょっと今はね雪が積もってるので
そこはちょっと残念といえば残念ですけどもね、こんな感じの、雰囲気のある露天風呂ですよね。でこちらについては後で入ってみたいと思いますので。ということで三種湯の集会堂というお部屋でしたけれども、いかがでしたでしょうか。こちら脱衣所のロッカーなんですけども、なんと自分のお部屋の棚を使ってくださいというふうに書いてまして、こんな感じでね、お部屋の名前がねついてます。でこれ私の部屋なんですけども、こちらを使わせてもらうということになりますね。大浴場ですけども、石のお風呂でね、大きさ的にはそんなに大きくないんですけども、4、5人って感じですかね。もともとこちらの宿がね、全7部屋ということで、人数的にはそんなにたくさん入ることを想定してないと思うので、洗い場も4人ぐらいしかないような比較的、こじんまりとしたお風呂という感じでしょうかね。でこちらが、露天風呂ということになります。上がね木でできていて、下の方は石でできているような、本格的な露天風呂ということになりますね。で屋根がこんな感じで、大きい屋根はかかってはいますけども、庭の景色が外に見えるというふうなことになってます。でお風呂のね、お湯の感じはお部屋のお風呂と同じで、ちょっと硫黄の匂いがするような、そういう透明なお風呂になってますね。
でも雰囲気はいいですよね、すごくね。はい、それではお風呂に入ってみたいと思います。この床ね、床暖房が入ってるんですよね。結構あったかいんですよね。で、ちょっと扉を開けてみます。はい、お風呂はこんな感じですね。ほんのりとね、硫黄の匂いがして、なかなかいい感じの露天風呂ですね。で、景色はね、こんな感じでお庭が見えますけど、ちょっと入ってみますね。やっぱこれはなかなかいいお風呂ですね。これはいいね。結構匂いが、硫黄のね、いい匂いがほんのりとね、そんな強い硫黄の匂いではないんですけども、ほんのりとね匂いがする感じで、すごくなんというか上品な感じというかですね、いい感じのお風呂ですね。で、こちらに源泉が流れて、源泉はねかなり熱いですね。これねかなり熱いです。源泉かけ流しということですけども、景色はねそんなにこう絶景とかそういう感じではないんですけども、お庭の景色がこんな感じで見えます。ただ今はね庭に雪が降ってますので、ちょっと残念かなという感じですね。屋根はこういう感じの木製のね屋根がかかってて、開放感は十分ありますよね。ただこちらこうね周りはこんな感じになってまして、ちょっとこうすだれと言いますかね、完全にこう区切られちゃってて、外が全然見えない、この中庭以外はね全然見えないっていうのはちょっと残念かなという感じもします。でも十分開放感がありますし、やっぱりこれだけのねいい感じの丸い石でできたお風呂、これをね独り占めできるっていうのはなかなか贅沢ですよね。満足感は十分あるかなという感じです。タラの白子入りの茶碗蒸し、すごいね。今日牛尽くしの献立ですから、先ってもう一品がガラスの器の方、大人の方は赤ワインのジュレとポン酢ジュレと2種類お味ございません。実は前菜が黒い塗りの器ですね。今が旬の雪うるい、お水をつけてお召し上がりくださいませ。上まで全部お召し上がりいただけます。はい。あとは菜の花のおひたしですとか、アワビの煮焼き、蔵王牛と赤身のお肉巻いたたけのこに、米沢牛のもも肉使った握り、イワシの梅煮とキャラの天ぷら、加えはエビと一緒にあられ揚げにしております。手前にあるのはゆり根と牛の八丁味噌煮込みになります。なるほど。これがね大浦ぶどう酒ね、ワインだね。はい。辛口だね。お品書きですけども、米沢牛尽くしお品書き。もうねほとんど牛ばっかり。米沢牛ローストでしょ、牛たけのこ牛巻き、それから米沢牛吉野仕立て、米沢牛とろとろ煮、それからむきそば牛マニ、A5 ランクシャトーブリアン、炊き合わせが牛つくね、山菜飴かな、なんて言うんだろう、牛そぼろだし茶漬け、すごいね。先付けね、米沢牛ローストビーフのワインジュレ、すごい、ちょっと甘い感じだね。こっちはわさびがついてるのね。もうそうこれ。こっち食べる。これが前菜だね。前菜もすごいよね、なんかね上品な感じの。これって食べれるの？ゆりね。これゆりね。これにつけて。何これ？梅干し？これが米沢牛のお寿司でしょこれ。すごいね。このまま食べていいんだよね。どう？美味しい？贅沢だね。
これはすごい葉っぱがうまい。これがアワビのウニ焼きだって、すごい。アワビの上にウニが乗ってるよね。すごい。アワビのウニ焼き。でさ、このアワビの大きさがなかなか上品でいいよね。ああ、いいね。ガバッとでっかいアワビじゃなくて、そう、食べやすい。箸で食べれる。これがイワシの梅煮だね。美味しいかな。これは菜の花。菜の花ね。米沢牛の吉野仕立て。すごい。これが米沢牛の吉野仕立て。そうですね。はい。こちら頂戴しますね。すごいなこれ。たけのこの牛巻き。これも美味しそう。これが白子の入った茶碗蒸しだね。茶碗蒸し。白子がちょっと苦手なんだよね。温泉の源泉を入れさせていただきます。失礼いたします。それではお待ちくださいませ。何が起こってるの？これは面白いね。温泉蒸しだって。はい、中に焼けた石入っておりますので、そこに今温泉の源泉を入れさせていただきました。そうなの？米沢牛トロトロにだって。米沢牛トロトロに、すごいね。すごい。中を見てみたいけど、もうちょっと我慢。蒸してんでしょ？あとで今蒸してますね。温泉蒸しだもんね。すごいね。入れさせていただきます。どれ見ればいい？これはすごい。長時間かけてすごく柔らかく煮込んだものです。鶏からお取りいただいて。トロトロ煮ってのはこっちなんですか？トロトロ煮っていうのはそのすね肉の方です。こっち。柔らかくなってああ、こっち。角煮みたいなやつ。みたいそうですね。これが温泉蒸しね。米沢牛トロトロ煮。こういうのはちょっと見たことないね。米沢牛のトロトロ煮。これがすね肉。美味しい。美味しい。これはすごいね。マッシュルーム。リンゴくり抜いてお肉と一緒に焼き上げております。あ、やっぱり肉が入ってんだ。そうです。やっぱり入ってます。リンゴ釜、白味噌仕立て。はあ、すごいねこれは。リンゴは山形。そうです。県産のリンゴになります。そのリンゴの全部を取れるの。あ、これがむきそばね。はい、むきそばですね。そばの実茹でて皮取ったもので、プチプチした食感が特徴です。ああ、そばの実。なるほど。そばではないわけですね。お肉の。これも牛のうま煮添えというところです。はあ、すごい。リンゴ釜、白味噌仕立て。お皿もこれ結構ね、おしゃれですよね。これ聞くの忘れてた。甘いか。リンゴを焼いたものの中に肉が入ってるのね、これね。すごいね。美味しいねこれね。これは美味しいね。ちょっと甘いけどね。で、これが箸休めのむきそばね。そばの実をこうやって剥いた。牛肉が入ってるのね、むきそばにね。これもうまい。さっぱりしてるこれ。ほう、これはなかなか。ありがとうございます。今入れるのが庄内様のお塩とワインの搾りかすで風味付けしたお塩になります。これならいいね。こうステーキ1枚とかじゃなくて、これはいいね。この辺まで来ると皆さんお腹いっぱいになっていらっしゃるので。これなら食べやすいね。これは材木屋さんに丸太切ってもらったのをそうだね、バーナーで炙って焼きの加工を入れまして、これはよく洋食なんかで使うプレートでございますね。火のプレートでございます。A5 ランクシャトーブリアン。すごいね。焼き加減もなんかいい感じだね。ミディアムなんだけどちょうどいい感じ。この塩をねつけて、これワインのこしたものとつけてこんな感じで食べるんだね。これはすごいね。炊き合わせは牛つくね山菜あんかけでございます。牛つくねの山菜あん。ほう。
これが炊き合わせ牛つくね山菜あんね。牛のつくねってちょっと初めてかな。たけのこも入ってんな。レンコンだね。うん。牛そぼろのはい、ご飯ですが、もちろんそのままでもお召し上がりいただけるんですけれども、昆布だしご用意してますので、こちらかけていただいてお茶漬けになさってください。これがだしね。ああ、いいね。だしを入れて食べると。これまたなかなか。酸味のとか考えてママ、こう、うん、こ美味しい。美味しいよね。美味しい。う。はい。りんごのコンポート。はい。あ、煮たものね。あとは干し柿のソルベ、はい。シャーベットみたいな。これはコーヒーですか？あ、そうですね。おばあ様からコーヒーで、あいりちゃん、ぶどうジュースご用意して干し柿ソルベ、シャーベットだね。これがりんごのコンポート。こっちが和食ね。すごいねこれね。山形風の芋煮でしょ。あとは鮭、これあさり味噌汁だね。納豆もあって温泉卵、あとサラダだね。すごい。これなんだっけ？野菜スムージー。野菜スムージー。すごいね。子供用の朝ごはん洋食、目玉焼きチョイスしたんでね、こんな感じになってる。これクリームスープかな、これね。パンがすごいね。クロワッサンとか、これ作ったのかな、ここでね。とジャム。へえ、これは美味しそう。このパン、大人用の洋食でサラダとコーンスープですね。すごい大きい。あさり、うん。和食がいい感じ。クロワッサンはなかなかちょっとパリパリ。ほら、出来たてっぽい。すごい。これはいい感じよ。ちょっとこのまま食べよう。パリッパリ。このこれいいね。でオムレツ。これ持って帰りたい。このビニール。こんにゃくとかね。面白いね。この中にこんにゃくとかお肉とか入って包んだって感じ。何と食べる？これ？温泉卵？今これはトーストね。美味しそうです。キウイのスムージーね。デザートは果物とブルーベリーヨーグルト。ジンジャーエールにワイングラスでですね。と冷蔵庫とお持ち帰りのパンで合計が13万5700円。これ10枚あると思うのでお願いします。あ、すみません。はい、どうも。クロワッサン。出来たて？出来たて。パリパリ。出来たてクロワッサンと、おにぎりね。美味しそう。いいね。これもお土産にできるね。ね。はい。ありがとうございます。頂戴いたします。
白で可愛い。ああ、なるほどね。こんな感じのちっちゃいやつね。フランスケーキ。赤の方は日本で生まれた3品種のブレンドになってます。ブレンドね。はい。